皆さん元気ですか？今日は日本文化について話したいと思います。今皆さんは日本語を勉強してると思うんですけど、今日話すことは日本語にすごく関係があることなので面白いと思います。皆さんは言霊について聞いたことがありますか？言霊っていうのは簡単に言うと言葉が持っている不思議な力のことです。ことは言葉のことと同じ漢字です。言うという意味で、霊は魂という意味です。魂は英語で soul とか spirit という意味です。日本人は昔からずっと言葉には見えない力があると信じていたらしいです。だから、いい言葉を使えばいいことが起こるし、逆に悪い言葉を使えば良くないことが起こると信じていました。日本でどれぐらいの人がこの言霊を意識して生きているかわからないんですけど、今でも日本の大切な行事では縁起のいい言葉を使って縁起の悪い言葉は使われません。縁起のいい言葉っていうのは簡単に言うと運を良くする言葉です。運を良くする言葉のことです。で、縁起の悪い言葉っていうのは運を悪くする言葉のことです。例えば、今でも結婚式のスピーチで使っちゃいけない言葉がたくさんあります。例えば、切る to cut とか、離れる to separate とか、落ちる to fall とかは結婚式では使えません。私も一回友達の結婚式でスピーチを読んだことがあるんですけど、結構使っちゃいけない言葉がたくさんあってびっくりしました。何か不幸とか別れを連想させる言葉は使っちゃいけないです。連想させるっていうのは to be associated with という意味ですね。このルールを今でも日本人は守ってるんですけど、これは日本人が昔から言霊を信じてきたからです。言葉には力があって、いろんなことに影響すると信じてきたからです。日本人がどれぐらい前からこれを信じていたのかは、はっきり分かっていないんですけど、日本の和歌にもこの言霊についての歌があります。和歌っていうのは Japanese poem という意味です。日本人は昔、和歌とか俳句でいろいろな感情や気持ちを表現していました。多分みんなも俳句は聞いたことがあるんじゃないかな。今から1400年ぐらい前に万葉集というものができました。万葉集は和歌をたくさん集めたものです。いろんな詩人がいて、その詩人が読んだ和歌をたくさん集めたものを万葉集と言います。で、その万葉集の中にも言霊について歌われた和歌があります。その和歌には、日本は言葉の力が幸せをもたらす国だと書かれています。幸せをもたらすっていうのは to bring happiness という意味です。日本は言葉の力が幸せをもたらす国。私はこれはすごく美しいことだと思います。自分や他の人に言葉で幸せをもたらすことができたらもっといい世界になると思います。もともと日本ではそういうことが大切にされていました。昔の日本人は自分が言うことがいいエネルギーなのか悪いエネルギーなのかっていうのを現代の日本人よりもっと意識していたらしいです。だから昔から日本ではあまり考えずに話すのは良くないとか余計なことを言わない方がいいという考え方があります。世界ではよく日本人はシャイだと言われています。日本人はもちろんよく話す人もいるけど、無口な人が多いと思います。無口な人っていうのはあまり話さない人のことです。他の国に比べてあまりディベートとか議論とかもしないし、自分の意見もあまり強く言わないことが多いです。あと話し合う時とかもよく考えてから話す人が多いと思います。
これはまた他のエピソードで話そうと思ってるんですけど、文化が違えばコミュニケーションの取り方や表現の仕方も違いますよね。例えば議論をしながら話をどんどん広げていくコミュニケーションの取り方もあれば、日本みたいに曖昧に気持ちを表現するコミュニケーションの取り方もあります。これはいい悪いではなく、それが日本人のコミュニケーションの取り方だと思います。この言霊っていう概念は日本語や日本文化にすごく影響を与えたと言われています。他にも例えば日本の宗教の神道でもこの言霊は大切にされています。何かお祭りごとがあるときに神様にお祈りするんですけど、神様にお祈りする時の言葉も全部決まっていて、縁起のいい言葉が使われています。私も個人的にこの言霊を信じています。っていうのは、やっぱりポジティブなことを言うと気持ちもポジティブになるけど、何かネガティブなことを言った時とか聞いた時って嫌な気持ちになったり不安になったりしますよね。例えば、絶対大丈夫って声に出して言ったらうまくいく気がするけど、心配とか失敗するかもって言ったら不安になりますよね。言葉だけじゃなくて、普段頭の中で無意識に考えていることも知らないうちに私たちの人生に影響を与えていると言われています。自分自身に対して使う言葉も他の人に対して使う言葉も結局全部自分に返ってくると思います。最近時々本屋さんでこの言霊についての本を見かけます。あとは他の人との会話の中でも時々聞くようになりました。私はこれは素晴らしいことだと思います。っていうのは日本人が昔から大切にしてきたことを私たちも大切にして次の世代に引き継ぐことはすごく大事なことだと思うからです。日本人は昔からそういう目に見えないことを大切にしてきたけど、私たちはこの言霊を大切にできているのかなと疑問に思うことが時々あります。今はインターネットがある時代で誰でも簡単に発信できますよね。誰でもツイッターとかで簡単に自分の考えを表現したり、他の人についても意見を言うことができるようになりました。この時代では誰でも簡単に言葉で人を励ますこともできれば傷つけることもできます。人を励ましたり応援したりもできれば人を批判したり傷つけたりして言葉を武器として使うこともできます。誰でも自由に表現できる時代だからこそ私たちが普段何気なく使っている言葉が持っている力について考えることはすごく大事なことだと思います。いいエネルギーでも悪いエネルギーでも結局全部自分に返ってくるし、さっき話したようにみんなが言葉で自分や他の人を幸せにできたらもっと平和で優しい世界になると思います。皆さんは好きな言葉がありますか？私は日本語の中で好きな言葉いくつかあるんですけど、その中の一つが感謝です。感謝っていうのは gratitude という意味です。感謝していますとか、ありがたいなと言うと、感謝の気持ちで満たされて、すごく心地よくなります。気持ちが良くなります。で、小さなことにも普段から感謝すれば、自分がどれだけ恵まれているかにも気づけます。逆に不満を言うと、もっと不満な気持ちが出てきます。で、どっちを選ぶかは自分次第だと思います。で、どっちに自分のエネルギー、自分の労力を注ぐかも自分次第だと思います。はい、今日はここで終わりにしたいと思います。皆さんはこの言霊という概念についてどう思いましたか？皆さんの国にも言霊に似ている概念がありますか？もしあったら、ぜひ私も知りたいのでシェアしてもらえると嬉しいです。はい、じゃあ今日も私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードで会いましょう。ありがとう。
良かったと思った人は登録するのを忘れないでね。Don't forget to subscribe. And if you like to improve your Japanese fast and effectively, please check out my course. Now you can listen to a few sample audios for free on my website, so you can check it out and see how it works. The link is in the description box. じゃあまたね。